私は今ギリシャの首都アテネのアクロポリスの近くにありますアンシエントアゴラ、古代アゴラという意味ですがの入り口に来ております。アゴラというのは古代ギリシャで人々が集まる場所という意味だそうで、都市国家の中での人々が集まる、広場のような場所を指すんだろうと思います。今日はここアンシエントアゴラを散策してみたいと思います。アクロポリス同様、おそらく日曜日だからだと思うんですけども、入場無料でした。普段は8ユーロほど取られるところなので、やはりラッキーですね。では早速回ってみたいと思います。こちらの非常に大きな建物ですね、アクロポリスからもよく見えていたものです。気になっていましたので、そばまで寄ってみます。ここから中に入れるようですので、入ってみたいと思います。柱外壁は大理石ですが、梁の部分については木製のようですね。太い梁が何本も通っています。内部は博物館になっているようですね。古代ギリシャ時代の兵士の武具ですね。これは剣と、あとこれは防具を示しているような気がします。こちらはフッキングデバイスと書いてありますので、調理器具ですね。これは少年の顔を形取った水差しですね。では先に進みたいと思います。さっきの建物を出まして、順路に沿って回っていきたいと思います。前に回ってきましたが、入り口は閉められていますね。中には入れないようです。これも歴史感たっぷりの古い教会ですね。アンシエントアゴラの全景がここから見えます。野球のグラウンド一面よりかは大きいですね。1.5 倍から2倍ぐらいの広さっていうところだと思います。結構広いです。この辺り一帯はステートプリズンということなので、国の刑務所があったところのようですね。独房もしくは牢屋の仕切りの基礎になっていたと思われる石が、縦横に並んでいますので、その名残だと思います。この丘の上に神殿のようなものがありましたので、おそらくここから行けると思うので上がっていきたいと思います。ここからもアンシエントアゴラがよく見渡せます。神殿ですねに着きました。パルテノン神殿よりかはだいぶ小ぶりではありますけれども、モルタルでの修復跡が全くありません。非常に綺麗な形で残っているように見えます。大きさで言いますと、短手の方が15メートルぐらいでしょうか。で、長手の方が40メートルぐらいでしょうか。パルテノン神殿の半分ぐらいでしょうかね。ちょっと感覚的に。高さは10メートルはなさそうです。
ただ保存状態がいいみたいで、ほとんど修復跡がないですね。こちらの神殿の丘を降りていきたいと思います。丘を降りてきました。中央部分を少し歩いてみたいと思います。ちょっと読み方が難しいんですけれども、ここはニューボルテリオンでしょうか、プロピロンと書いてありますけれども、説明書きによりますと、ここはミーティングプレイスということで、会合なんかが開かれていた場所の跡地のようですね。今は土台の部分、基礎の部分しかありませんけれども、当時はいくつもの立派な建物が立ち並んで、賑わっていたんだろうと思います。正面に説明書きがありまして、ウォータークロックと書いてありますので、当時のこれ水時計のようですね。どこをどのように水を流して時間を計ったのかは全く見当がつきませんが、水時計の遺構のようです。ここはレイオン・オブ・アグリパという建物で、当時のミュージカルパフォーマンス、歌劇の劇場のような建物があったようですね。劇場ということになりますと、そういえばという感じのこの立派な彫像ですね。当時はここにももう1本彫像があって4本で、この真ん中あたりから劇場に入っていくようなイメージだったんだと思います。一通りアンシエントアゴラを回ってみました。私は今ギリシャの首都アテネにあります、ローマンアゴラという遺跡遺構のところに来ております。今日はこれからこのローマンアゴラを少し散策してみたいと思います。入り口に立派な大理石の柱で支えられた門がありますね。先に行ったアクロポリス、そしてアンシエントアゴラに続いて、こちらもやはり無料ですね。非常にありがたいです。ここは入場料が本来8ユーロかかりますので、得した気分いっぱいですね、今日は。このローマアゴラというのは、当時古代ギリシャのアンシエントアゴラが手狭になった関係もあり、ローマ帝国時代になってから新たにこのローマ帝国様式で移設されたアゴラがこのローマンアゴラです。ただ、実感としては先ほどのアンシエントアゴラの方がはるかに広いようには思います。ちょっとよくわかりませんが。Ma si sono fermati tutti là,確かに奥の六角形でしょうかねの建物なんかは、以前ローマに行った時に見た古い建物ですね。遺跡によく似てるような気もなんとなくですがします。こちらは説明書きによりますと、公共の建物の一種だったみたいですね。確かに様式がなんとなくローマっぽい感じが個人的にはしております。この建物はザ・ホロロジオン・オブ・アンドロニコス・オブ・キルソスと読むんでしょうか。ということで、ざっと言いますと、ここで、建設工事に関する
情報としての風向きや空調の状況ですね、湿度だとか温度だとか、そういうのを見てた建物のようですね。この六角形の建物の内部です。中には入れませんけれども、こんな感じですね。大理石の柱が非常に綺麗ですね。ゲートの構造物が見えてきました。さっきも言いましたけども、アンシェントアゴラに比べるとだいぶ小さいようには思います。ただここが主要部分で公開されているだけで、実際にはこの周囲にもこのローマンアゴラというのが広がっていたのかもしれません。それでは出たいと思います。コンパクトな遺構ではありますけれども、これまで見てきたギリシャ様式の遺構とはちょっと一味違って、ローマ時代の雰囲気をちょっとだけですけども感じることができたと思います。ハドリアヌスライブラリーという遺構の前に来ております。これからこのハドリアヌスライブラリーを散策してみたいと思います。前のアクロポリス、それからアンシエントアゴラ、ローマンアゴラについて、おそらくここも今日は無料だと思います。やはり無料でした。平均すると大体8から10ユーロ1箇所あたりですね、入場料が本来かかりますので、4箇所で40ユーロ近くの料金が今日は無料ということになりました。非常にありがたいですね。ハドリアヌスというのはおそらく古代ローマ時代の皇帝か将軍だったと思います。その人のライブラリーですので、書物が保管されていたような場所なんだろうと想像します。これが入り口から入って奥側の前景ですね。結構広いです。こちらの建物の案内板によりますと、テラコンチチャーチということで教会のような建物だったようですね。前景はこんな感じです。これが主要構造部分の外壁にあたる部分ですね。で、その外側のテラスにあたる部分の柱ですね。ハドリアヌスライブラリーの入り口から向かって一番奥の突き当たりまで来ました。こちらには何か遺構がありますね。ちょっと案内板を見てみましょう。説明書きによりますと、これはメインイーストルームオブザライブラリーということで、この書庫の遺構の中でも一番メインの建物で蔵書が約16,800あったというふうに書かれています。正面に見える壁の表面に凸凹があります。ニッチというふうに書いてありましたけども、くぼみですね。くぼみに本が収められていたようです。こちらの建物の遺構ですね。これ説明書きによりますと、オーディトリアと書いてありまして、先ほどのメインの書庫のある建物のすぐ隣にあるんですけれども、講義やあとは読書ですね、書庫にある本を読むためのスペースだったようです。こちら側にも大きな壁がありますね。何かの遺構だと思います。特に説明書きのパネルがないんで分かりませんけれども、こちらも前回のアンシエントアゴラに比べると規模は少し小さめですね。
では入り口の方に戻りたいと思います。おそらくこれがこのライブラリーの一番外側の外壁だったと思いますので、さっきお話ししたサッカー場一面分よりも少し小さいぐらいのこのエリア一帯が大きな建物だったんじゃないかなということもちょっと想像できます。これはあくまでも想像なので正確ではないかもしれませんが、この正面の大理石の柱は若干補修の跡が見られますね。ただ新しく付け替えられた大理石もまた非常に綺麗です。おそらくこれが先ほども言いました通り、このライブラリー全体の外壁だろうと思います。これがぐるっと四隅4方向を囲っていたんだろうなと思いますと、相当大きな書庫だったんだなという感じがします。それでは出たいと思います。今日は日曜日の午後なんですけども、今非常に人が多いですね。私は今ブルガリアの中部から東部の内陸の町ですね、ベリコ・タルノボというところに来ております。ここの観光名所はツァレベッツ要塞という今ご覧いただいている非常に大きな立派な要塞と、あと宮殿ですね、になります。今日はここツァレベッツ要塞を散策してみたいと思います。ツァレベッツ要塞はブルガリア帝国時代のこの地方の王様や皇族の住居があった宮殿とそれを取り囲む要塞で構成されています。今ご覧いただいているのは要塞から宮殿の方に入る参道ですね。石造りの参道で幅はどうでしょう、5メートルぐらいでしょう。両側が谷になってまして、ここベリコ・タルノボの旧市街が一望できます。非常に綺麗です。川の対岸にも旧市街の向こう丘にですね、ご覧の通り要塞がもう一つあります。参道途中の門ですね。おそらく昔はここに衛兵が立っていたんだと思います。この参道が谷の上の方を通る形で続いてまして、両側が非常に見晴らしが良くて綺麗ですね。非常に雰囲気がありますね。おそらくここが要塞の内部になるんだろうと思います。案内板が出ていますね。ご覧の通り、非常に規模の大きな要塞宮殿だったように思います。ここはおそらく見張りをするための場所だったんじゃないかなと思います。ちょっとあそこ登れそうなので登ってみたいと思います。特に柵も何もなくて、下に落ちると道路まで30メートルぐらい落ちてますので、非常に足がすくむんですが、見晴らしは非常に綺麗ですね。この道の先ずっと登っていったところに宮殿がありますので、あちらの方まで行ってみたいと思います。この辺りもおそらく谷底の川の辺りから向こうの川を見張るための見張り台でしょうね。こういった遺跡があります。
さらに登っていきたいと思います。だんだんと高くなってきました。それに伴って見晴らしもだんだんと良くなってきます。もうすぐですね。宮殿のある一番高いところまで登ってきました。宮殿の前景が描かれた絵ですね。こんな感じだったようです。では宮殿の中に入ってみたいと思います。中には当時の様子を表したであろう壁画ですね。これはが壁から天井にかけてきれいに施されています。お聞きいただけると思いますけれども、当時の雰囲気を思わせるような音楽がずっと流れていますね。では出たいと思います。この付近の要塞の遺跡を散策してみたいと思います。あちらにも砦の施設の一部だと思われる遺跡がありますので、ちょっと行ってみたいと思います。なかなか味のある建物ですね。石造りです。こちらにも遺跡がありますので、ちょっと行ってみたいと思います。ここも以前は何かの施設があったんでしょうね。あそこに案内板がありますね。残念ながら英語の表記がありませんのでよくわかりませんが、この絵から察するところによると教会かチャペルのようなものがあったのかもしれません。この仮設の囲いの正面に中に入れそうな入り口がありますので、ちょっと行ってみたいと思います。上に上がれそうですね。ちょっと行ってみましょう。やはりこれ見張り台ですね。ここに物見櫓によくある覗き窓があります。こちらも見張り場ですね。ここからまた上に上がれそうですので行ってみたいと思います。もう一回上がれるみたいですね。行ってみましょう。こちらが見張り塔の一番高いところでしょうね、ここが。今登りました監視塔の隣の監視塔がこちらですね。中入れそうですんで入ってみたいと思います。
ちらは中からは上がれないみたいですね。今登ってきた見張塔の横ですねにもう一つ遺跡がありますので、ちょっと行ってみたいと思います。おそらく小さな小部屋ですね。これ小部屋があったような感じですね。今見てきた監視塔の下の方からさらに先に行けるようですので、行ってみたいと思います。この辺りが猿別要塞の一番端になる部分じゃないかなと思います。大きな鐘がありますね。この辺りの当時の様子を表した絵がありますね。ここから降りるようですね。あそこが一番この要塞の先端でしょうね。要塞の城壁ですね。これは内側を歩いております。非常に堅牢な感じですね。石造りです。非常に規模が大きくて、ダイナミックですね。堅牢感もあり歴史感もあり、本当に見てて飽きないですね。では先を行きたいと思います。またこの辺りも見張り塔の建物がありますね。朝入ってきた2番目の大きい方の門ですね。最後にこの右側の方ですねにちょっと行ってみたいと思います。Archaeological studies have revealed the remains of 470 residential buildings, public buildings, 23 churches and 4 monasteries. The palace of the Bulgarian kings and the patriarchal complex was the rise of the political and cultural development of medieval Bulgaria. The palace complex, surrounded by an inner stone wall, consisted of the throne hall of the presidents. It is said that public executions were made this place during the Medes. こちら側の要塞の城壁ですね。こちらも非常に見事ですね。
入り口から見て右側の城壁に沿って今進んでおりますが、その一番先端にあります見張り塔の建物が見えてきました。当時はこうなってたんですね。ここは上まで上がれそうですね。ちょっと上がってみたいと思います。1層目ですね。見張り塔ですので小窓があって、おそらく有事の時にはここから鉄砲を突き出すんだと思います。こちら2層目ですね。1層目と違いまして、ここの小窓は下の方を向いてますね。おそらくこれは城壁の下から登ってくる侵入者を見張るためのものだと思います。さらに上に上がってみたいと思います。3層目が頂上、一番屋上ですね。それでは戻りたいと思います。今日の動画は以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。